人類の歴史上、最も強力な海賊帝国が中国で誕生し、これまでのような規模のものは今回だけです。この海賊軍団は秦の嘉慶年間の6組の海賊連盟です。彼らは、東南沿海にへ移行して移動できる海賊船は最高で1000隻余りに達しています。精鋭の部下は4万人余りで、その他の海賊を加えて、最盛期には10万人以上の巨大な軍事力があります。秦軍を何度も包囲と討伐したが、広東の水師テイトが3回も人を変えた。しかし、この当時最も強力な海上軍団の舵取りは、なんと女性の帝石師、また帝一曹と呼ばれています。原石は広東深海の出身、本名は国公子です。壮年に家が貧しくて義牢に落ちたのも、苦しい女だった。秦中期に有名な海賊は4つがあり、それぞれ帝一、石、和、女など予記がございます。帝一はその海賊集団の首脳であり、彼の配下の後期藩は、秦の海賊、孔、王、清、白、国、死の6機の種です。1801年、海賊の首脳の帝一と国公子は一目惚れし、二人は結婚して、国公子は帝石師になりました。帝石師は若い時不遇な生涯の中で、優れた度胸と計略を身につけ、凄腕の人。彼女は帝一に協力して内務を取り扱う、鸞壇後期の2番の人物になりました。秦の陣争、嘉慶12年、1807年、帝一は42歳頃、一度に海に出るときハリケーンに遭い、海に命を落としました。後期藩が指導者に人を得ないとき、霊石師は非凡な勇気を持って、夫が残した指導地位を引き継いで、合法的な地位を得た帝石師は、すぐに艦隊の組織規律を強化して、彼女の権威を打ち立てました。このため、彼女は一連の非常に厳しい法令を公布しました。この海賊たちはもはや豪の衆ではないです。それ以来、彼女は後期藩を支配し、有名な女海賊になりました。帝石師は非常に先進的な装備の導入を重視しています。彼女の先々隊伍の中で、当時の世界最先端の大口径の長距離の大砲と火槍を装備しています。5000斤の大砲が2門で、2000斤の大砲が1門で、1000斤から100斤の鉄砲が50丁で、火薬が3000斤余りあります。火力配備はすでに当時のヨーロッパ海軍の強国と拮抗していました。帝石師の経営の下で、後期藩は大衣装の船を5、600隻を持ち、人数は3、4万人がいる。彼らは香港のランタオ島を主な基地として、香港島にキャンプがあり、操船所もあります。活動範囲は、主航港から慶州海峡までです。後期藩が使っている武器はあらゆる入手しがたいは位品です。一度、イギリス戦線と交戦した後、彼女は真剣に相手の残された弾頭を観察した。イギリス人が発射したのは最新の24ポンドの砲弾です。数ヶ月後、彼女の船団はこの新式の大砲を装備しました。南洋との交易を通じて、霊石師の海賊集団が所有した装備は、新政府の持つ優れた装備をはるかにしのぐ。嘉慶12年、1807年、両皇総督のご友好の双方、周氏は同船10隻を奪取し、5000斤の大砲2門、2000斤の大砲1門、1000斤から100斤の鉄砲が50丁を獲得し、火薬3000斤、など。嘉慶帝はそれを聞いて驚き、不思議に思いました。銃器や火薬がこんなに多くて、他の各船はこれを類推して、さらに多いであれじゃないですか。
それに、新政府の水師は訓練を怠り、そのため、訓練を積んだ海賊との戦いでは風下に立つことが多い。帝石氏が率いる後期藩は優れた装備を持つ、艦軍を連敗するだけでなく、マカオとポルトガルの連合艦隊にも打撃を与えました。しかもマカオを包囲して、ほぼ食料が切れて、輝かしい戦績を得ました。また、中国の水域を縦横無尽に突き進むイギリス艦船に対しては、帝石氏は1809年に広州の内下のイギリス船を通撃しました。栄艦一隻を捕虜にし、数十人のイギリスの兵士を切り殺し、米軍を驚かせた。帝石氏は何回もヨーロッパ諸国から成長貿易の商船を略奪し、彼らの怒りを引き起こしました。ポルトガル人とイギリス人は、戦後遠征艦隊を組織して、帝石氏を一挙に撃ち落とそうとしましたが結果は全部失敗した。帝石氏は機動的で柔軟な戦術を採用し、兵器を避けてその不備を攻撃し、イギリス人とポルトガル人の艦隊を何度も挫折させた。世界を縦断するヨーロッパ海軍が、中国人女海賊の帝石氏を手にするなんて、無理だった。帝石氏の名もこれで万里を超え、ヨーロッパを威嚇しました。アルグラス・プールというイギリスの武将が、後期藩に拉致されて身の白金を払ったら、ロンドンに返された後、回顧録を書き、帝石氏の逸話を世界に公開しました。プラス、プールによると、帝石氏が制定した海賊管理条例が厳格に執行され、違反者が厳罰に処せられたことは、ほとんど信じられない、という。彼は、このような厳しい約束は、攻撃は勇猛で、防御は器用人で、たとえ劣勢にあっても最後まで必死に戦うと断定しました。帝石氏の名高いが、彼女はやはり女ので、いろいろ不便があるため、後任の夫を探し始めました。前夫のテイーチさんは長補妻という養子がいます。帝石氏より8歳年下です。長補妻は幼い時から両親を亡くし、海賊団の中で成長しました。聡明、機敏、計略である、作戦は勇猛で、海賊の中でとても人気があります。帝石氏は手段を使って、長補妻を籠絡し、彼女自分の有能な助手と代弁者に育て上げました。二人は時間によって親しくなってきて、年齢を超えて夫婦になってしまった。帝石氏は徐々に背後に、退いて、長補妻を海賊団の首領になった。家系以来、主高校の一帯は長期にわたり6組の海賊がいて、彼らは相応する間に同盟を創立して、連合は彼らの力をかなり強大にならせて、政府の王宗潮の船さえも彼らに矛否を収めます。この6組の海賊の中で一番有名なのは、帝石氏と長補妻が共同指導している後期藩です。後期藩はますます強くなって、海溝を平らげるために、新政府は侵略者イギリスと連合して、列強の力を借りて後期藩を退治するつもりだったが、情報を得た帝石氏は自らランタオ島に赴いて守備に当たって、敵の主力に絡みついた。伊義救朝という方法で、主力を派遣して甲州城を奇襲し、顧問僧兵を殺します。連合艦隊は撤退を余儀なくされました。撤退の途中にはすでに待ち伏せしていた後期藩の主力に包囲され、9日の間昼も夜も激戦した。後期藩は40人しか戦死しなかった。連合艦隊は戦いに敗れてあたふたと逃げ惑う様でした。数隻の艦だけが狼狽死で甲州に逃げ帰りました。新政府は、後期藩のこれらの大きな行動に、非常に苛立って、征服するために軍隊を連続派遣した。
後期パンと他のパンは帝石氏と張補祭の指揮の下で、包囲と討伐に来た官軍を連々打撃しました。石膏の海で、石膏の水師帝徳の女帝友を殺しました。香港のランタオ島では、新海軍の戦船20隻、火砲300門を滅ぼし、広東の水師帝徳孫全坊を生け捕りにした。広州にも進軍し、顧問宗へイノリン国領を殺し、両皇宗徳に頻繁に人を交代させた。その後、後期パンの帝石氏が国旗のボス角馬隊と結婚しないため、各派の衝突を招いた。新政府は怪獣政策を取り、国旗は六旗同盟の第二大隊として統合し、霊石氏と張補祭の力を大幅に削減しました。彼女は、新政府に人を派遣して、ヒズユンの意を表して、そしてマカオで医者をしている周飛優先生を説得者にしました。宗徳はそれを聞いて大喜びし、自ら随員を率いて張補祭の船に直接交渉に行きました。交渉の中で、帝石氏は食塩販売のために一列の帆船を残すべきだと主張しました。嘉慶15年、新政府は一兵卒を使わず、霊石氏の海賊団を基準させて、船部で270隻の大根、曹操7つ、火砲1200門を接収しました。帝石氏は海賊 1.6 万人を率いて政府に投降し、被服しました。皇帝から結婚を授けられ、張補祭と帝石氏を合法的な夫婦にすることを許可しました。張補祭は三府無官職を授けられ、その後に品に昇格し、福建省賓安、本府などに派遣され、副将を担当しました。帝石氏は孔明夫人を授けられた。晩年の帝一層はマカオに住んでいます。カジノを開設し、食塩を販売しています。アヘン戦争の時に英軍に抵抗するため、彼女は林則女に計画を立てたことを助けた。1844年、彼女の69歳頃、病気でマカオで亡くなりました。彼女の伝奇的な生涯を終えました。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で